スピニングリールのメンテナンス動画を出していると、たまに新出しについてコメントがありますので動画にしました。あくまで私なりの方法を簡単なものから面倒なものまで3つほどご紹介しますが、そんなに神経質になる必要はないと思ってます。賛否両論ありそうですが、参考になれば幸いです。個人的にはベイトリールの方が難しいと思いますので、いつかそれも動画にするつもりです。まずは一番簡単な方法です。リールは分解しません。触るビスはここだけです。ここを緩めたり締めたりして回転に変化があるか確認します。これで変化することはほとんどないですが、ごく稀に改善されるリールがあります。長期的に何もしてこなかったリールの場合は効果があるかもしれません。2つ目は少し分解します。この方法が一番楽に効果が出ています。ローターとボディカバーまで外します。ローターを外すときはナットに線を引いておいてください。後から重要になります。ここまで外したらローラークラッチのビスとボディのビスをすべて緩めます。緩めるだけでいいです。緩めた後は再びビスの頭部の裏側が相手物に触れたぐらいのところまで締めます。ビスの首下が全部隠れたぐらいです。すべてのビスを仮止めしたら組み直します。ローターナットは線を引いた部分まで締めます。ローターナットを同じ締め付けるようにしないと変化点が増えてしまい、問題が何かわからなくなってしまうからです。あとはスプールをつけてリールを回します。何度も何度もひたすら回します。おそらくこの時の巻き心地は結構いいのではないでしょうか。何度か回したら同じ分解をして全てのビスを増し締めします。締め付け順序は対角で行います。締める力は緩まない程度ですが、回転量は8分の1回転ずつ進めて、できるだけ均等な締め付け具合にしてください。締めすぎによるタップの破損だけは注意が必要です。ローラークラッチも同じように増し締めします。増し締めが終わったらリールを組み立てます。これで終わりです。この方法の効果は一度すべてのビスを緩めた状態で実際の動作をさせて負荷をかけることで各部品が抵抗のない方にずれていい位置関係ができていると勝手に思ってます。最後はすべて分解した時に行っているやり方です。2番目の方法と巻き心地は大して変わりませんが、理屈が分かりやすくご自身で分解と組み立てが全てできるのであれば一度は実施してみるのもいいと思います。巻き心地の悪さの問題が別だった時に使えます。この時意識しているのはドライブギアの傾きです。この傾きをビスの締め付け量で整えていきます。ボディがアルミとか金属のリールの場合はミリネジが使われており、ビスを1回転回すとネジピッチの分だけボディを押すことになります。この沈み量の偏りでドライブギアが傾きます。もちろんボディの反発があるので、そのままネジピッチの分が沈むわけではないです。まずは先ほどと同じくビスの頭部の裏面がボディに当たるところで止めます。
ここで一度ピニオンギアだけを手で回します。この時は特に違和感がないと思います。その後1本のビスを8分の1から4分の1回転締めます。もう一度ピニオンギアを回してみます。もしかするとここで違和感が出たのではないでしょうか。1箇所だけ増し締めしたためミスアライメントが発生しているからです。人によってはハンドルつけて行った方が分かりやすいかもしれません。その後に先ほど締めたビスとは対角のビスと同じ回転量を締めます。必ず最初に締めたビスと同じ回転量を守る必要があります。すると先ほどの違和感が取れます。そしたら他のビスも同じだけ締めていきます。ビスを1本ずつ8分の1回転締めてはギアを回して一番しっくりくる部分を見つけます。ビスを回すたびにピニオンギアを回して、もし回転が悪くなったらそのビスを8分の1回転戻します。余談ですが、この方法だとスプールまでつけてないので、メインシャフトとピニオンギアのスレなのかミスアライメントなのか見極める必要が出てしまいます。リールを立ててメインシャフトのスレを可能な限り減らして実施しないと分かりにくいです。途中から全然変化しないので、ビスが十分に締め付けられていれば本体側はそこで終わらせて、ローラークラッチを仮固定しインナーを挿入します。ここからはハンドルをつけて本体のビスの時と同じように回しながらビスを少しずつ締めていきます。あとは組み立てます。ちなみに2番目に紹介した方法と3番目で紹介した方法の差はほぼわからないです。ただ3番目の方法であればギアの損傷など別の問題は見抜けます。はい、今回3つの芯出しをお伝えしましたが、リールにどこまで求めるかでしょうね。正直な話、何も気にせずに組み立ててもそんなに悪い結果にはならないと思います。締めすぎによるタップの破損だけ注意すれば後から何とでもなります。冒頭に近いお話ですが、使用者の五感で良し悪しが変わってくることになります。個人の趣味なら妥協も許されます。